こんにちは。こんにちは。今回は願望成就にイメージングはマストです。イルルさん。はい。本題に入る前にいよいよ2022年もあっちゅう間に終わりです。はい。12月最後の週になってしまいました。はい。いやー、本当に早かったですよね。つい昨日12月1日だったのにって感じですよね。いや、つい昨日1月1日だったのにですよね。いや、まあさすがに昨日1月1日とは思わないですけど、あらららら。まあちょっとテーマに戻りますよ。はい。イメージングってしなきゃ叶わないっていうイメージがありましたよね。イルルさんがですか？はい。はい。私はイメージングはあまり得意じゃないんですけど、はい。潜在意識とイメージングってセットのように考えるところがあったので、イメージングをする方が叶いやすいと思ってましたね。なるほど。ですね、イメージングは願望成就にマストではありません。まずここははっきりさせないとですよね。なら、なぜ潜在意識とイメージングは密接に関係があるように思われるのか。それには2つの考え方があるって捉えるとすごく分かりやすいと思うんですね。まず1つ目いってみます。はい。で、これですね。ですね、1つ目は彼とラブラブと思えない人が、イメージングの力を借りて彼とラブラブと思えるようになるという捉え方ですね。なるほどね。はい。左側にいる女の子は、彼とラブラブと思えない子っていうことだよね。そうです。彼とうまくいってない、どうにかうまくいかせたいみたいに思ってる立ち位置なんだけど、彼とラブラブっていうイメージングをしていたら、本当に彼とラブラブっていう世界に移行するよっていう感覚だよね。そうですね。それをスライドっていう言い方してますけど、潜在意識の願望実現っていうのはそもそももう全部ありますよ。彼とラブラブ、そんなの当たり前ですよっていう図の右側の感覚なわけですからね。はい。簡単に説明しますと、潜在意識はそう思うからそうなる。でこれを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるになります。で、彼とラブラブっていう思いを決めることが大切だってよく言いますけど、思いっていうのはどうにうまくいってる自分だったらどんな思いにするか考えてくださいねっていう言い方もよくするんですよね。で、この思いっていうのが図で言うと右側に当たるわけですよね。もううまくいってる、もうなってる、等に彼とラブラブっていう右側です。はい、そうですね。で、右側は等にうまくいっている、もうなっているわけだから、なるとも言えるんですね。で、なるについてはすでにいくつかやっているので、参考にしてもらいたいんですけど。はい、こちらですね。一気にお伝えしますね。興味のある方は概要欄に URL を貼っておくので、ぜひご覧ください。はい。なるしたらなった世界にすでにいるの9番と新版。あと、なるしたはずがなったふりです。そうですね。で、なるってもうそうである自分なわけで、彼の彼女になったって思いを決めた。なるした時点で図の右側にすでになっている。彼とすでにラブラブになっているってなるんですね。そうなんですよね。設定したらただそうなるだけなんですけど、私はなったのかしら、現実をこんなに気にするのはなってないのかしらなどなど、エゴに飲まれて左側のうまくいってないところが起点になっちゃうっていう人は、イメージングしたらとっくにうまくいってる世界に移動できますよみたいな感じですかね。はい。でもこれも誰が何と言おうが私は彼の彼女になったんだって決めた時点で、右側の私になっちゃったって自分で決めつけるだけなんですね。だから本来なるなんて根拠とか証拠なんてなくていいんだから、ただなると決めればいいだけ
だからイメージングの有無って本当は関係ないんですよ。だけど現実凝視してうまくいってないが起点になりやすいとかさ、なった感覚がよくわからないからイメージングの力を借りたいとかね、そういう人にとっては有効なのかなと思う感じなんですね。そうですよね。はい。イメージングしなきゃ叶わないって条件付けして自分の首を絞める必要はないですからね。そうなんですよ。で、もう一つのイメージングの考え方がこれですね。こっちのイメージングは、当にうまくいってる自分になっていて、それを強化するためのものっていう捉え方だね。そうなんです。で、さっきも言った通り、彼の彼女になるとか、彼と結婚してラブラブとか、もうそうである自分になっちゃったらすることはないんですね。だけど仮になったとしても、それをさらにイメージングで強化したいって思う人はいるし、あるいはなっちゃったらなぜかそういうイメージが次々浮かんできたみたいな人もいるんですよ。だから当にうまくいってるけど、さらにイメージングする場合もありえるなと思うわけですね。なるほどね。あと思うんですけど、もうそうである、彼の彼女である、彼の彼女になってるっていうのは、すごくシンプルだけど、シンプルな反面、なったとか思ったり口にするだけで叶うわけないだろうってエゴが激しく騒ぐ場合もあると思うんですね。そうですね。確かにそういう場合にもちょっとした補強材料ぐらいの感覚で捉えるのはいいかもしれないですね。でもこれも自分に無理のない範囲でやるくらいの感覚でいないと、たちまちイメージングしなきゃ叶わないぞみたいにエゴが条件付けしてきちゃうんですよね。いやー、本当にエゴって厄介だよね。そうなんですよね。だから、イメージングが好きな人に向けた話にはなってしまいますけど、でもその当にうまくいっている自分は、当にうまくいっている世界だったらどうしてるのかなってさらに想像を膨らませる日があってもいいと思うんですね。で、すでにそうである自分になってるんだけど、さらにうまくイメージングを取り入れてるっていう K さんという方がいらっしゃいまして、その方のお話をちょっと簡単にしようかなと。いや、K さんすごいんですよね。彼の最愛の妻になるを実践して、数ヶ月で彼にプロポーズされてトントン拍子に入籍した強者なんですよね。もうなんかこの時点でちょっと凄まじいですよね。そうで、なるをめちゃくちゃうまく活用してるなと思った人なんですけれども、プロポーズされた翌日には一緒に指輪を購入、でさらにその翌々日には一緒に住むための新築マンションが見つかったんですけど、それがミラクルだったんですね。私が今住んでいるのはアパートだったのですが、ずっとマンション住まいに憧れていて、近所にあるスターシリーズ加盟のデザイナーズマンションのエントランスを通るたびに、そのマンションの階段から降りてルンルンで出勤することをイメージしていました。まさにイメージだね。でもこれすごいいいよね。いつもの通り道にこんな家に住みたいなっていう物件があるなら、もうそれは目の前に見えてるわけだから、ここに住んだらっていうのをイメージしやすそうだよね。まさに無理なくできる超やりやすい典型例ですよね。で、K さんもそうしていたわけですが、なんと、プロポーズ翌々日に彼が見つけてくれた新築マンションが偶然スターシリーズの新築だったのです。ずっと憧れていた高級デザイナーズマンションのシリーズまで同じ物件を引き寄せられるとは。潜在意識ってすごいと思いました。いやー、もうちょっとすごすぎるよね。リアルな物件じゃなくても、例えばネットで見つけたマンションとかでお気に入りの内装だったり間取りとかを見つけたら、それをインプットしておくっていうのもいいかもしれないよね。そうですね。彼の最愛の妻になるって思いを決めて、妻になっちゃった後だとしても、こんな家住みたいなとかって全然ありえるわけですからね。本当だよね。
というわけでイメージングはなってないからなるにスライドさせるっていう意味合いが一つ、もう一つがすでになってるんだけどそれを強化する意味合いが一つという感じで捉えると分かりやすいですね。はい、とにかくくれぐれもイメージングしなきゃ叶わないという話をしてきたわけじゃないですから、そこは誤解しないでもらいたいなと。でちなみにめぐるはイメージングほぼしない人ですよ。いや本当イメージング一つとっても人それぞれだなと思いますね。そうですね。はい、では今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。